皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はすでに見えておりますが、こちら、MSI MPG グングニル 300R エアフローになります。今回はケース。はい、こちらは9月22日に発売した MSI の新しいケースで、見た目もいいんですが何よりも、グラフィックボードホルダーにドラゴンが入ってるんですよね。確かにあんたが好きそうな見た目ね。ということで今回はこちらの MPG グングニル 300R エアフローをご紹介していこうと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。まずは恒例のホームページの確認から、先日出した簡易水冷は MAG コアリキット E360 というモデルで MSI の中で MAG というシリーズでした。今回は MSI パフォーマンスゲーミングシリーズの MPG となります。で、今回のケースについてですが、MSI では数多くのグングニルシリーズを出してきました。北欧神話をモチーフにしたデザインと新しい機能性と高い冷却性を詰め込んだ新しいケースみたいです。北欧神話。グングニルっていうのは、北欧神話に出てくるオーディンが持つ槍のことですね。それをモチーフにしているみたいです。なるほど。で、こちらのケースの特徴ですが、まず GPU を横置き、縦置きどちらでも付けれるみたいです。最近は見た目もかっこいい GPU も増えたし、GPU を前面に見せたいって人も増えてますよね。ただ、ライザーケーブルは別売りとなっています。その下を見てみるとグラフィックカードスタンドのことが書かれていました。どうやら割と簡単に位置の調整などもできるみたいですね。この辺は後ほど見ていきましょう。その下にはスライド式ハードディスクトレイやモジュール式 PCI ブラケット、フロント IO の説明と宣伝素材が載っていました。この宣伝素材、上は本格水冷なんですよね。本格水冷もかっこいいですよね。では実物を見ていきましょう。こちらのケースは編集時点で黒が2万1602円、白が2万2583円で販売しております。黒の方がちょっと安いのね。ですね。対応マザーボードは eATX、ATX、マイクロ ATX、ミニ ITX となっているのですが、eATX はフルサイズではなく 305×280mm までとなっていますのでご注意ください。筐体の主素材はスチール製で、副素材にプラスチック及び 3mm 厚の強化ガラスが使われています。ケースの外径寸法は幅 235mm、奥行き 505mm、高さ 510mm となっています。ではその他の部分も見ていきましょう。まずはフロントパネルから、フロントパネルは全面メッシュパネルとなっております。上の方には MSI のエンブレムも入っております。デザインとしては左右から中心に向かって斜めになっており、V 字のような立体的なフォルムになっています。取り外しは下から少し力を入れながら手前に引くと開けることができます。シュラミちゃんなら指一本で開けられますね。どういう意味よ。続いてスイッチ部分も見ていきましょう。スイッチ類はトップパネルのフロント寄りに設置されています。左から USB 3.2 Gen 1タイプ A×2、USB 3.2 Gen 2×2 タイプ C×1、オーディオ端子、LED スイッチ、リセットボタン、電源となっています。トップパネルもほとんどがメッシュとなっています。また通気口にはマグネット式のダストフィルターもついています。そしてこのトップパネルなんですが、実は、隠れ MPG がいるんです。何その隠れなんとかみたいなやつ。ちなみにシュラミちゃんどれだかわかりますか？隠れ MPG。はい、時間切れ。早いって。ということでこちらが隠れ MPG になります。ちょっとわかりにくいんですがこんな感じですね。ああ確かに MPG って見えるわね。では続いて他の部分も見ていきましょう。シュラララ。続いて背面です。上部から見ていくと一般的な形と特に違いはないのですが、真ん中の拡張スロットのところにネジがついており、こちらは着脱式可能な拡張スロットとなっております。着脱式可能な拡張スロット。はい、こちらのケースは、出荷時は一般的な水平 GPU ブラケットが装着されており、付属品で垂直 GPU ブラケットが入っています。なので2パターンからグラフィックスカードの設置スタイルが選択できるようになっています。ただしライザーケーブルは付属していないので、縦置きをしたい場合はライザーケーブルを用意しないといけません。こちらが縦置き用のブラケットになります。映像にはファンがついておりますが、こちらは別売りとなっています。では続いて内部も見ていきましょう。ではまずは、やはり一番目立つグラフィックカードスタンドを見ていきましょう。ここ最近のグラフィックカードはかなり大きく、重くなってきてるのでマザーボードの PCI スロットを守るためのものです。こちらのグラフィックカードスタンドは、ボトムカバーに対して垂直にマウントしています。さらに水平マウントだけでなく垂直マウントにも対応しております。こちらのスタンドは前後5つの固定ポジションがあります。拡張スロットから最も遠いところで長さ 340mm 未満、最も近いところなら 265mm 未満、出荷時は中央 310mm 未満に固定されています。さらにこちらのスタンドには ARGB イルミネーション機能もついております。その辺は組み立てた後に見ていきたいと思います。ではさらに中身を見ていきましょう。マザーボードトレイには9本の台座が用意されております。黄色のところは、段差付きのスタンドオフがついております。
対応マザーボードの種類は eATX280×305mm まで、ATX、マイクロ ATX、ミニ ITX となっています。続いてボトムカバーですが、こちらもエアフローを重視した作りとなっていて、かなりの隙間が空いております。続いてはフロント部分。フロントには 120mm ARGB ファンミスティックライト対応が3機搭載されています。羽の枚数は9枚で、羽の付け根部分から斜めになっていて直線的な形状となっています。MSI の社員さん曰く、直線的なファンだと吸気力がカーブしているものよりも良いそうです。ただ風を押し出す力はカーブしているファンの方が強いらしいです。こちらのフロント部分は 140mm ファンに換装することも可能です。フロント部分への搭載可能なラジエーターは120、140、240、280、360mm サイズが可能ですが、25mm 厚ファンタスラジエーターの有効スペースは 80mm となっています。続いてはトップ側ですが、こちらは付属では何もついておりません。こちらに搭載できるものは、ファンだと 120mm×3 または 140mm×2、ラジエーターだと120から 360mm まで対応となっております。続いてはリアファンになります。こちらは 120mm のファンが付属しています。こちらはフロントファンと同様の ARGB ファンミスティックライト対応が搭載されています。また 140mm ファンに換装することも可能となっております。続いてボトム部分です。こちらにもファンを取り付けることが可能で、120mm のファン2機が搭載可能となっています。フロントとボトムから吸気をして、トップとリアから排気を想定した作りになっているのかなと思います。続いてはドライブベイも見ていきましょう。シュラララ。ドライブベイですが、ボトムスペースに 3.5 インチまたは 2.5 インチを2機搭載できるスライド式のドライブケージがあります。着脱方法はつまみをつまんで出し入れするタイプです。またこちらのケージですが、左右に動かすことも可能となっており、左右各 30mm 移動が可能となっています。さらにマザーボードの裏面部分にも 2.5 インチが2機搭載できるようになっています。こちらのブラケットは取り外しも可能なので、マザーボードを取り付けた後でも増設は可能です。さらにフロントの背面部分にも 2.5 インチを2機搭載できるようになっています。そして最後に、まだ付けられるの？こちらのボトム部分にも 2.5 インチを2機取り付けられるようになっています。どんだけ取り付けられるのよ。まとめるとケージに2機、マザーボードの裏に2機、フロント裏に2機、キロチンネ機、ボトムに2機で全部で8機まで搭載可能ですね。8機も乗せれるのはすごいわね。続いて拡張スロットですが、冒頭にも言った通り、縦置きブラケットも付属しております。なので今流行りの縦置き GPU にも対応したケースとなっています。ただ、ライザーケーブルは付属していないのでそこは別に用意しないといけないんですけどね。続いては電源スペースも見ていきましょう。こちらには 220mm の電源スペースがあります。また先ほどケージを動かせるという話をしたのですが、それを動かすことによって最大 260mm までのスペースを取ることができます。なので、割と多くの電源に対応はしてるかなと思います。ということでケースの各部紹介をしてきました。ではここからは実際にパソコンを組んでどんな冷却性があるのか見ていきたいと思います。ということで完成となりました。なかなかかっこいいパソコンができたわね。ですね。ではこのパソコンを使って実際にどのくらいの温度や静音性があるのかも見ていきましょう。シネベンチ R23。ではまずはシネベンチ R23 から、電力設定は無制限、MTP288W、PDP253W で計測をしてみました。前回オープンフレームの時は確かマルチ1回は100度までいかなかったのよね。ですね。さすがにケース内となるとそれは難しいところもあるかもしれませんが結果を見てみましょう。
まずはスコアですが、前回の簡易水冷の時もそうでしたが、電力無制限と MTP の差はほとんどないんじゃないかなという差でした。ただやはり PVP になるとスコア自体はかなり落ちるかなといった印象です。続いて温度ですが、PL 無制限に関してはマルチ1回でも10分でもどちらも100度に達してしまいました。また MTP に関しても10分連続となると100度まで達してしまいました。さすが i9-13900K、電力制限をしても100度まで行くとはやはりかなりのじゃじゃ馬ですね。では続いてゲームベンチも見ていきましょう。ファイナルファンタジー14。設定は最高品質で 4K、WQHD、フル HD で計測を行いました。では結果を見ていきましょう。スコア結果は 4K が15322、WQHD が26824、フル HD が32810となりました。平均 FPS は書いてある通りです。使用中の CPU と GPU の平均温度ですが、どの解像度でも全然問題のないレベルの温度でした。ケース内とはいえ、しっかりとエアフローが効いている感じですね。最後に音量測定も行いました。先ほどのパソコンから30センチ離れた位置からの計測となります。基本的にどれも 40dB 台だったので、音量の目安としては図書館内ぐらいの静けさでした。もちろんファンの音が全く聞こえないわけではありませんが、そこまで大きな感じではありませんでした。ということで今回は、MSI の MPG グングニル 300R エアフローをご紹介してみました。あんたにはどうだった？そうですね、組むこと自体は色々と余裕があって、パソコンを組むにはかなり組みやすいケースだなと思いました。ドラゴンのグラボステーもかっこよくていいですよね。ただ一点、今回せっかくなのでライザーケーブルを使って縦置きにしてみたんですが、グラボを拡張スロットにネジ止めしようとした際に、リアファンがぶつかってしまい、リアファンを外さないとネジ止めできなかったんですよね。またネジ止めをしようとした際に映像のような長いドライバーだとまっすぐ入らず、短めのドライバーじゃないとネジ止めできないのがちょっと不便かなと思いました。とはいえ、このケースを使えば、静音性も高く、見た目もかなりかっこいいパソコンができるんじゃないかなと思います。まあかっこいいのは確かね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。